一番じゃあどうしたらいいんですかって自分がネガティブなことを言わない。今回の動画なんですけども、仕事の成果が出ない人の口癖というところで、門司社長は日頃から言葉っていうのをですね、非常に大切にされていると思うんですが、なかなか成果の出ない人であったり、また組織によく見られる口癖というのはどういったものがあるかちょっと教えていただきたいんです。言い訳ですよ、言い訳。例えとかで会社でもよく言いますけど、3D やめろみたいな。でも、どうせだみたいな。反対に前向きな言葉っていうのは、周りのことを考えている証拠である。別に自分さえ良ければいいとか、自分がって言うんだったら、永遠に愚痴言ってればいいんじゃないですか。でも少なからず僕は、どんな人と一緒に働きたいかとか、もっと言ったらどんな人と一緒にいたいかとか考えた時に、ぐちぐち言う人は嫌なの。頑張ってだとしたら前向きな言葉を使う。っていうことを心がけましょうと言うし、もし例えば直接1対1とかでぐちぐち言われたら「で?」って言います。もっと言うと「でどうすんの次、あなたは何を変えるの、あなたができること何なの?」とこれしか言うことないですよね。例えば自分の置かれている環境をなかなか自分で変えれない立場の人っていうんですか。社員で若手で、組織の中でそんなにまだ立場のないような人が、例えば会社に対して何か不満だったり課題を感じた時に、自分が何か変えたいと思っても変えれないんじゃないかみたいな、先入観を持っている方もいらっしゃって、それが愚痴となって出てしまっている時とかってあるのかなって思ったりするんです。一緒ですよ。でどうしたいの、あれが悪いと思うんです、これが悪いと思うんです。でどうしたいの、それしかないですよ。愚痴を言う暇があるんだったら、今自分が何をするべきかというところに目を向ける。だって究極ですよ。じゃあそれ言われた時に自分でこうしやればいいじゃん、以上ですよね。でも組織に入らなきゃいけない理由とか入る理由があって来てるから、別に自分がオーナーでもないし自分の国でもないわけだから、それ言ってどうするのみたいな。じゃあこう思わないですかっていつも言うんですよ。僕がですよ、社長ですけどと、日本の法律がこんなクソのせいで時の首相がこんなバカだからこんなクソみたいな法律ができて、このせいで会社の業績がダメで利益も出なくてお前らにボーナス払えないから俺のせいじゃねえんだよと、国のせいだからとかって言われたらどう思います？何言ってんのこいつと思いません？思いますね。アホかと。同じこと言ってますよ。それ言って何になりますかって、言ってる暇があったら、自分がもし変えられるとしたら何があるんだとか、自分として良くしたいからこれを頑張るとか、自分としてこんな思いを持ってもある意味無駄なことにこんなにネガティブな気持ちになってしょうがないから考えないようにして、自分ができること、いいところを見よう。自分でやれることじゃないですか。例えばじゃあアップルさんで本人も気づかないうちに疲れたとか、今日はもうこういうお客さんからクレームをもらっちゃってしんどかったわみたいな、ちょっとしたネガティブ発言じゃないですけど不意に出てしまう、そういう発言って結構普通に働いてもあるのかなと思うんですけど、そういうのとかっていうのはどういうふうに捉えられますか？僕も完璧ではないので、そういう時もなくはないです。なので大事なのは、でどうしますって自分で考えることだと思うんですよ。例えば僕が今日疲れたわ、大変だった、この次ですよね。でもこんなことができた、こんなところに行けた、こんな人と会えた、じゃあ明日からこうしよう。だからこの先を考えればいいんですよ。疲れた、今日も大変だった、言っちゃったと思ったら、でもこんないいことがあったな、この経験は貴重だったな、こういうこと学べたな、じゃあ自分は次からこうしようとか、もしくはもう究極最低は疲れた、大変だった、頑張ったからいっか、明日も頑張ろう、これぐらいに最後を上げて前向きに上げるっていうことと、次にどうするかみたいなポイントでちゃんと締めくくれれば、こういうプロセスの途中でのちょっとへこみだからよしとしようみたいな感じですよ。本社長がそうやって言葉を大切にするようになったきっかけであったり、原体験とかってあったりされますか？これがっていうことないですけど、積み重ねですけど、だから結局もう一言ですよ。愚痴言っても何も変わんないんですよ。だって皆さんも感じてると思いますけど、僕も実際そうで、愚痴言ったからとか言い訳したから何も変わらないんで、むしろ悪い方向に変わるんですよね。それはまじまじで経験してきて、自分でもそうだし周りも見てもそうだし、だからこのタイトルじゃないですけど、仕事ができない人の口癖って言いますけど、本当にずっとネガティブなこと言ってる人ですよ。言い訳とかもそうですし、これはねやっぱり仕事できないですよ。結果も出ないし、一時期この人結果出てるんですよって人がいたとしても、長い目線で見たら出ないです。そういう経験を踏まえて、愚痴を言わないようにして、言ったとしてもポジティブに言っていくってことですか？昔だいぶ自分でそういう経験を積んできて、マジ愚痴無駄だと、聞きたくもないしってなった時に変えていった思考としては、はぁとかついつい言っちゃうとしたら、まずそこをダメだと思って終わりを前向きな言葉で締めくくるようにわざとやるっていうことをめちゃめちゃ心がけて、それがいつの間にかやってると習慣になるんで、
変わってくるっていうことですね。練習すればいいです。練習ですね、はい、これも言いますけどね、何事も練習しないでできるよになると思うなと。だって勉強もスポーツもそうですよね。一生懸命努力したからみんなできるようになったんですよね。にもかかわらずそれらを忘れて、長い努力の上に今の自分があることを忘れて、とある出来事をすぐできると思ってるし、明日にはできるんじゃないかと勘違いしてるのはそもそもアホじゃないかと思います。思考も練習ですよね。言葉も練習だと思います。何回も何回もこう反復して練習積み重ねていった結果が今のそういう形になってきた。例えばモンジ社長のように何回もこう反復の練習をして、自分の中でポジティブにこう変換ができる素晴らしいと思うんですが、例えば今動画を見てくださっている若い方の中とかだと、まだそこまでのメンタルなので、自分一人ではなかなか今の状況を打破できずにポジティブに変換ができないって思っている方も中にいらっしゃると思うんですけど、そういう時に誰かに相談するポジティブを分けてもらうじゃないですけど、一人で変換できないのを誰かにそれこそ愚痴になっちゃうかもしれないですけど聞いてもらって、それをまた前向きに頑張るって方もいらっしゃるといったのもいかがですか？例えば僕の原体験一つ言うと、昔その会社やって3年ぐらいの時かな、まだちょっとネガティブ気質もある時に、どうしても組織の悩みについてすごい困っていて、とある先輩経営者と出会って、今日はその人にこういう相談をしに行こうと一生懸命考えるわけですよ。今できてないこととか課題をどういうか考えていくじゃないですかって言ったわけですよ。そしたら言う隙を与えてくるなと。めちゃめちゃポジティブすぎて、その先輩経営者とその幹部の人が一緒にいて、で何人かで飯食ってたんですけど、例えばこれでこう待ってましてとかって言うと、バカじゃねえなお前、あーみたいな、こうすりゃいいんだよ、はははみたいな。俺が今相談したとしても、多分お前バカかって言われて、こうすりゃいいんだよって言って、ガハハハって言ってこれ返せないんだって、これで終わんない話と思って。俺は何のためにこうやって一生懸命考えてきたんだろう、何に悩んでんだろうって思っちゃったんですよ。そう思いながら、飯食い終わった後に飲みに行くぞとかっつって、それも幹部何人か連れて、僕も混ぜられて飲んでる時に、基本的にめちゃめちゃ楽しいんですよ。楽しませるプロだったんですよ。そう思ってるうちに、俺はなんてちっちゃかったんだって思ったんですよ。で、確かに自分も逆の立場だったら、従業員が社長これが大変でって言われるのすごい嫌だし、慰めてもしょうがないし、一番の解決方法はネガティブをポジティブで消すことだ。自分なりに解釈して、愚痴を言っても無駄だなって思ったのはそれがあるんです。マジで無駄だと。めちゃくちゃポジティブな人が周りにいたら、なんで自分がそんなちっぽけなことで悩んでたんだろうって感じで、相談する前から勝手にポジティブになってしまう。ポジティブじゃないですけど、言っても無駄だなと思いましたね。だとしたら考えるのも無駄だったなと思って。方法は2つありますよね。1つは、とは言いながらも、じゃあ周りにそういう環境はないんだったら、自分から変える。リーダーシップってそういうことですよね。昔研修で見せられたリーダーシップの動画って面白かったのが、人数がいっぱいいる中で、いきなり1人が真ん中で大爆音量で踊り出すんですよ。よくわかんない踊りを。最初はなんだあいつみたいな、頭おかしいんじゃないのみたいになるんですけど、そのうち踊り出すやつが増えてきて、最後みんな踊ってるんですよ。これがリーダーだみたいに言われて、はぁと思ったんですけど、言わんとしてることはなんか分かったんですよ。自分がそうなるしかない。2つ目は、そういう環境を見つけに行く。大げさに言ったら転職かもしれないですけど、でも別に転職しなくたって、プライベートの時間使いながらとか、仕事を絡めてもいいんですけど、そういうコミュニティには別に飛び込んでいけばありますよね。一つとしては、自ら行動を変えていく、周りを巻き込んでいくじゃないですけど、そういう環境に変えていく、もしくは自分をそういう環境のところに身を置くっていうのが対策としてあるんですね。そうです。実際、バットさんとかでは、本社長が社員の皆さんに言ってることをちょっと具体的に教えていただきたいんですけども、どういったお話をされますか？関連したところで言うと、向き不向きよりは大切なのは前向きでしょとか、前向きな言葉はね、前向きな心を作りますけど、マイナスな言葉はマイナスな心を作りますよとか、あと当事者意識ですよね。良い責任感ですね。とにかく多責思考が良くない。ダサいしかっこ悪いじゃないですか。あとやっぱり言うことって言ってるだけだと思ってるかもしれないですけど、自分が発する言葉って脳とか心が循環してると思ってるんですよね。心から脳で考えて言葉に発するし、さらにその出た言葉がまた帰ってきて脳でそうだそうだと思い込ませて、また心が暗くなったりするし、ちゃんと自分の言葉大事にしないと、どんどん悪くなっていくし、良くもなりますよというようなことを言ってますからね。ネガティブな発言をする人っていうのは、周りだけじゃなくて自分にもそういうネガティブな影響を与えて、結果それが仕事であったり人間関係であったり、いろんなところに影響が出ていって、自ら追い込んでいってしまうという状況ですよね。
そうですね。だから類は友を呼ぶとかって言いますけど、本当にその通りだなと思うのは、前向きな人の周りには前向きな人が集まりますし、ネガティブな人にはネガティブな人が集まってきますし、自分変えたいと思うんだったら、良い方向に変えたいと思うんだったら、ネガティブな人の周りには行かない方がいいし、一番じゃあどうしたらいいんですかって言ったら、自分がネガティブなことを言わない。これは継続して続ける。うちばっかり言ってるそばには行きたくないですよ。絶対近づかない絶対行きたくない。じゃあ本日も、ご視聴ありがとうございました。はい改めてにはなるんですが、仕事の成果が出ない人の口癖をまとめていただけますでしょうか。言い訳、ネガティブ発言、多責思考、愚痴ですかね。気をつけましょう。ありがとうございます。はい本日もご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは現場の様子、研修、イベント、ビジネスで役立つ知識など様々な動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして最後にこの動画にもぜひいいねをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。